本日は普及型の LINE トランスをご紹介したいと思います。なぜ LINE トランスかというと、最近はデジタル機器が非常に多くなってきました。もちろん CD プレイヤーもそうですし、ネットから音楽を取る時もデジタルになっています。で、デジタルの音にかなり慣れてきてはいますが、やはりデジタルの音は何か物足りなさを感じたり、それから綺麗であるが何か安心感がないような音、そういうふうに一般的には思われています。で、それを解消するには一番単純で効果がある方法が、例えばプリアンプとメインアンプの間にこの LINE トランスを入れる、ないしは CD プレイヤーとメインアンプの間に LINE トランスを入れると、こういうことをすることによって出てくる音は潤いを持った明るくスムーズな音が出てくる。それが LINE トランスの特徴です。もう少し言葉を言い換えると、デジタルというのは不連続な音が基本になっています。で、アナログの音というのは全部連続な音です。で、その違いが皆さんが感じるような綺麗であるが物足りない、綺麗であるが何か不安定だというふうに感じるのが、トランスを入れることによって連続的なアナログ的な音になるのが LINE トランスです。これが LINE トランスを使って音楽を聴くとき楽しく安心して聴けるような音になるというのが LINE トランスとしての一番の特徴です。ぜひこれを試していただければと思います。裏面は単純に入出力の RCA ジャックが2組入力と出力ついています。それからここにグランドターミナルっていうのがついてますけど、アース端子ですけど、これは単に RCA ケーブルで接続した時にもしノイズが出るようであれば、この端子を利用して、メインアンプなり何なりのグランドターミナルと線を接続するとそのノイズが消えることになりますので、これは一応用意してあります。普通は使わなくても済むんですけど、何らかのことを考えてグランドターミナルも用意してあります。この中に入っておりますトランスは有名なスウェーデンのルンダル社のトランスを入れてます。で、トランス自体が良くてもケースが貧弱だと音もそれなりの音しか出ません。ですから我々はケースにも力を入れて、極力ケース自体が振動しないように中で細工をしております。それが大きな特徴の一つでもあります。それから裏を見て分かりますけど、3点支持、しかも防振用のエボナイトと低反発ゴムでこの足が構成されています。これもかなり重要な要素で、振動を受けたり自らここで振動するものを外に出さないように、そういうことによって振動を抑制しています。これも音を構成する大事な部品の一つです。実はケースは既製のケースを使っておりますけど、少し細工をしてある程度の重量になるようにしてあります。それと中に入っているルンダールのトランスを、実はこの羊毛で純羊毛のウールでくるんで、このケースの中に宙に浮いているような形で入っております。こうすることによってトランスが受ける振動が抑制される、ないしはトランス自体も多少振動しますから、それを外に出さないというふうにして振動から逃れることをこのウールが効果を発揮します。ということで、この中にこれがいっぱい入って中にトランス自体は浮いているようになっています。それが大きな特徴です。本来オーディオはパワードケーブルってケーブル1本でソースとスピーカーにつながるのが理想とされています。間にアンプが入ったりプリアンプが入ったりいろいろ入ると、その分音が汚れるということで、できるだけシンプルにするのがオーディオの原則になっています。じゃあわざわざなぜトランスを入れるかと
いうことですけど、それは先ほど申し上げたようにデジタルの音を、デジタル臭さと言われる音をできるだけアナログに近づけようという、そういう目的でトランスを入れます。ただしどんなトランスを入れてもいい、そういう効果があるかというと、それはまた別の問題で、非常に高品質のトランスを入れなくてはなりません。ただそこでもう一つ問題は、いくら高品質でも入ってきた音に対して違う信号の波形が出るようなトランスは基本的に良くないと思います。ですからこれは透過性ということなんですけど、入ってきた信号と同じ信号が増幅されて出てくるというトランスが理想です。入ってきたものに対して何も引かない、何も足さない、ただ増幅をして次に渡すという役目がライントランスの大きな役目です。それを実現するために世界でも有名なルンダルトランスを使うのはそこにあります。